どうもすなみです。今回のビデオは今年最後のビデオになるんですけども、今までの映像とともにこのマレーシア生活の1年間を振り返っていきたいと思います。で、この1年間は今までにないほどめちゃめちゃ盛りだくさんで充実した1年でした。はい、それでは早速ね、振り返っていきたいと思います。まずは1月というか12月末なんですけども、私はこのタイミングで日本からマレーシアに渡航しました。ちょうどこの頃、日本ではオミクロン株が流行していて、日本のコロナの感染者も急激に増加していたので、私ちゃんとマレーシア行けるのかな、渡航できるのかなとすごい不安でした。それでシンガポール経由の12時間のフライトの末、マレーシアに到着した時は、やっと到着した、無事に着いてよかったとすごいね、心から感動して涙が出そうになりました。そして隔離生活がスタートするわけなんですけども、7日間も外に出られないっていうことは今まで体験したことがなかったので、どうなるかすっごい不安でした。なんですけども、ホテルもすごい広々として開放的だったし、あとお食事も美味しかったので、おかずはフライドチキンと野菜のオイスター炒めですね。デザートがチョコレートのムースかな。なんやかんやね、快適な隔離生活でした。そして2月はキャメロンハイランドにプチ旅行に行きました。キャメロンハイランドはケールとは全く違う雰囲気で、日本の軽井沢みたいな感じですごいね、涼しくてのどかな雰囲気なんですよね。あとキャメロンハイランドはイギリスっぽさもあって、洋風なコテージみたいな場所に泊まったんですけどもね、すごい楽しい女子旅でした。あと初めて春節を体験しました。街中がもう赤って感じですごいね、派手に飾り付けられているんですけども、それがすごく迫力満点でした。ゴシ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 で、マレーシアでは春節以外にも多民族国家なので、毎月何かしらの祭りが開催されていて、すっごい賑やかなんですよね。そういった感じでいろんな体験ができるのもマレーシアの魅力だなと日々感じています。そして3月、移住して3ヶ月ほどが経ってだんだん生活にも慣れてきた頃なんですけども、この時に初めてモントキアラに遊びに行きました。そして初めてね、じゅんさんのお店で髪を切ってもらったんですけども、モントキアラは別名日本人タウンとも言われていて、日本のレストランとか日系の美容院なんかがたくさんあったり、あとは日本人も多く住んでいたりするんですけども、海外ではあるものの、そういった日本っぽさを感じられる場所もあるっていうのが結構ね、心強いなと感じました。あとはマレーシアでインスタ映えと大人気なアミスイーツホテルにも宿泊しましたね。もうこのホテルものすごく良かったんですけども、まるでね、お城みたいな雰囲気で可愛いインテリアにたくさん囲まれて、もうすごい素敵な空間でした。で、私はね、土日に宿泊したんですけども、1泊あたり225リンギ、6000円ほどだったので、結構ね、リーズナブルだったんじゃないかなと思います。また機会があれば泊まってみたいホテルです。そして4月は初めてのビーチリゾート旅行ということで、ランカーウィーに行きました。コンフィ
キデンスマンの舞台になったホテルに泊まったり、あとねビーチでリラックスしたり、すっごい楽しい旅行でした。マレーシアではもっと海が綺麗なリゾートなんかもたくさんあるので、今後はねそういったリゾートにもいろいろ行ってみたいなと思っています。そして4月はカズさんともコラボしましたね。こんにちは、カズと申します。カズインケールっていうチャンネルやってるんですけども、カズさんと梨ダガンを食べに超ドローカルなお店に行ったんですけども、で正直ね梨ダガンって見た目はそんなに美味しくなさそうだったので、食べる前はちょっと躊躇したんですけども、いただきまかんいただきまかんってなんですか？そんなの実際に食べてみると、どうですか？うまい、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 いただきました。ツナとかサバ缶のような味がしてめちゃめちゃ美味しかったです。それまでねあんまり超ドローカルなお店ママックとかには行く勇気がなくてなかなか行けてなかったんですけども、これをきっかけにもっとねいろんなお店に行ってみたいな、もっと開拓してみたいなと思うようになりました。そして6月はコロナの規制もだんだん緩和されてきて、海外旅行もできるようになったので、マレーシアから行く初めての海外旅行としてシンガポールに行きました。シンガポールマレーシア間は飛行機でおよそ1時間ほどで、東京京都の距離感でめちゃめちゃ近いんですよね。で実はこの後シンガポールには2回も行ったんですけども、もはやシンガポールは近すぎてあんまり海外っていう感じがしなくなりました。そして6月はラムリーバーガーにも初挑戦しましたね。ラムリーバーガーはマレーシアのソウルフードでみんな美味しい美味しいって言うんですけども、実際ねラムリーバーガーを食べる前、そんなハンバーガーって味どれも一緒でしょって思ってたんですけども、実際食べてみるとめちゃめちゃ美味しすぎてびっくりしました。ラムリーバーガーの中に入っているチリソースがすっごいいいアクセントとなっていて、めっちゃ中毒性があるんですよね。なのでラムリーバーガーまだ食べたことないっていう人はぜひねこれから挑戦してみてください。7月はイポーに行きました。イポーは食事がめちゃめちゃ美味しくて、特に美味しかったのがもやし。もやしなんてどれもねそんな味変わらんでしょうと思ってたんですけども、イポーのもやしはもう別格です。もう食感もシャキシャキしていて、あと甘いんですよね。すっごい美味しかったです。あと豆腐ファンも美味しかったですね。また食べたい。あとイポーは石灰岩に覆われた地形なので、いろんなところに大きな洞窟があるんですけども、それも印象的でしたね。そして7月はドリアンの美味しい季節とも言われているので、ドリアンにも初挑戦してみました。でドリアンって不思議なことに一口目は激まずでもうおえってなるんですけども、だんだん食べ進めると美味しいかも、もっと知ってみたいなっていう感覚になるんですよね。こんな果物って他にはないからすっごい不思議な体験でした。来年はどうなんだろう、もっと美味しく感じるんですかね。来年もリベンジしたいなと思っています。あとはドリアンを食べにアロー通りへ向かう途中にちょうどねアリサ・デザックさんがミュージックビデオの撮影をしていたんですけども、あなたも映りますかみたいな感じに言われて、私もねミュージックビデオに出演したんですよね。いやこれはすごいいい体験でした。そして8月はマラッカに初めて遊びに行きました。ケールからマラッカはバスで片道300円ほどで気軽に行ける場所なんですけども、マラッカのシンボルのオランダ広場はもう街中がピンクになっててすっごい可愛かったです。あとは川沿いのストリートアートもすごいおしゃれで印象的だったし、あとナイトマーケットもすごい賑やかでめちゃめちゃ楽しかったです。あとはキャメロンハイランドにこの時期もう一回行きました。で一番印象的だったのはキャメランフローラルパークですね。
咲いていてものすごく綺麗だったのでおすすめです。これは入場料50リンギ払って行く価値がありました。ぜひね皆さんも行ってみてください。9月は長期休みをいただいてオーストラリア旅行に行きました。日本ではなかなか長期間で有給ってもらいづらかったのですごいありがたかったですね。で、今回のオーストラリア旅行はメルボルンとシドニーに行ったんですけども、マレーシアからメルボルンは飛行機でおよそ7時間半ほどで思いのほか近くでびっくりしました。で、私が行った時期がちょうど冬だったのでめちゃめちゃ寒くて辛かったんですけども、ただ街中レンガ造りですっごいおしゃれな雰囲気だったし、あとね素敵なカフェもたくさんあったし、緑も多くて街中を歩いてるだけですごい楽しかったです。あとねシドニーではオペラハウスも見れて、いやオペラハウス生で見るとこんな迫力あるんだなとすごいねそれも感動しました。そして10月はマレーシアに初上陸した業務スーパーに行ってみました。マレーシアでは日系の小売店ってたくさんあるんですけども、その中でも業務スーパーが圧倒的に安くてすっごいびっくりしました。例えば納豆が通常10リンギ300円ほどでマレーシアでは販売されているんですけども、それが業務スーパーでは5リンギ150円ほどで買えるんですよね。もうめっちゃ安ってすごいね嬉しかったですね。業務スーパーがあるジャパンモールではマクニッシュ玲子さんのバーももうオープンしているので近々遊びに行ってみたいなと思っています。そして10月はディワリといってヒンドゥー教の新年を祝うお祭り、さらにインド最大級の光の祭典の時期ということもあってリトルインディアというインド人街に遊びに行きました。この時期のリトルインディアではたくさんカラフルなお花が飾り付けられてたり、あとクジャクの砂絵とかもあったりしてものすごく綺麗でしたね。11月は KLCC のフードトラックタパックフードトラックを紹介してみました。マレーシアでは至る所で夜の屋台が開催されているんですけども、フードトラックはすごく雰囲気がいいので特に女の子とか観光で来た方なんかにおすすめなスポットです。で、私あの日はサテとかタコスとかそういったものを食べたんですけども、次はねマリーミーゴレンとかもっとねマレーシアで人気な食べ物にも挑戦してみたいなと思っています。12月はワールドカップを見にカタールに行ってきましたね。まさか日本がドイツとかスペインとかそういう強豪国に勝つとは思っていなかったのですっごい感動しましたね。カタールの街中はワールドカップ一色に飾り付けられていたり、あと常にね街中でワールドカップの音楽が流れていたりして、各国のサポーターなんかも常にお祭り騒ぎでそういった雰囲気を味わえるのもすごく楽しかったです。そしてワールドカップが終わってマレーシアに帰ってくるとクリスマスシーズンですよ。もうね街中がクリスマスのデコレーションがされていて、で日本よりもすっごい派手なんですよね。見ていてテンションが上がります。で、私はね寒くないクリスマスを今年初めて過ごすんですけども、もう超最高です。てなことで今年1年を振り返ってみました。で、来年ねやってみたいこととしては、まずマレーシアの国内旅行でコタキナバルとかペナンとかそういったリゾートにも行ってみたいですね。海外は3月にモロッコに行く予定でもう飛行機も予約しているんですけども、それもねすごく楽しみだし、そう、あとはね日本に一時帰国する予定です。私はねもう1年以上日本に帰っていないので、どんな感じなんだろう、どんな気持ちになるのかすごいワクワクしています。日本一時帰
帰国の様子もビデオでシェアする予定なので、ぜひ楽しみに待っていてください。今年はたくさん応援をしていただき、どうもありがとうございました。来年も見ていて楽しいビデオ、参考になるビデオをどんどんアップしていきたいなと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。さちられー